世界中を笑わせ続けた男。だがチャップリンは笑いながら誰よりも孤独だったのかもしれません。私も彼の映像を見るたび、なぜあの後ろ姿だけで人は切なくなるのか考えてしまいます。それでは聞いていきましょう。ロンドンの冷たい街並み、雨に濡れた石畳の道、薄暗い路地の奥からは怒鳴り声や笑い声が聞こえていた。幼いチャップリンはそんな景色の中で育っていく。家は決して裕福ではなく、父は酒に溺れ、母も体調を崩していた。食べ物がない日もあった。少年は生きることそのものに必死だった。だがチャップリンはただ下を向いて生きていたわけではない。街を歩く人間たちをじっと観察していた。酔っ払いのふらつく足取り、偉そうに胸を張る男、疲れ切った労働者の歩き方、咳をしながら座り込む老人。チャップリンは人間の動きを覚えていった。後に世界を笑わせるあの独特な歩き方や仕草は、この頃の記憶から生まれていた。母が突然歌えなくなった夜、幼いチャップリンは代わりに舞台へ立った。小さな体で必死に人を笑わせる。会場には笑い声が広がっていく。少年はその時初めて知ったのかもしれない。笑いには人を救う力があるということを。だが現実は変わらなかった。母は精神を病み、施設へ入ることになる。兄弟は不安定な生活を続けていた。夜の部屋は静かだった。小さな窓の外には遠くの街灯だけが揺れている。チャップリンはその光を黙って見つめていた。笑っているのに寂しい、明るいのにどこか切ない。あの独特な空気はこの頃から生まれていたのかもしれない。やがてチャップリンは舞台俳優として活動を始める。小柄な体と細かな表情、独特な歩き方を武器に少しずつ注目を集めていった。そしてアメリカへ渡る。映画の時代が始まろうとしていた。山高帽をかむり、小さな口ひげをつけ、ステッキを回しながら歩く。あの放浪者の姿は世界中の人々の記憶に残っていく。ボロボロの服を着ているのになぜか誇らしげで、滑稽なのにどこか悲しかった。世界中の人々が笑った。子供も大人も笑った。言葉の違う国の人々まで笑った。チャップリンは人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇である。そんな言葉も残している。彼はただ笑わせたかったわけではない。彼の映画には常に孤独が漂っていた。工場の巨大な歯車に飲み込まれる男、雪の中を一人歩く放浪者、誰にも気づかれず街の明かりを見上げる後ろ姿。チャップリンは笑いの裏で社会の冷たさを描き続けていた。モダンタイムスでは人間が機械のように扱われる時代を描き、街の火では孤独と優しさが静かに流れていた。そして独裁者では戦争と狂気を真正面から描いていく。喜劇俳優だった男は笑いながら時代そのものと向き合い始めていた。世界中を笑わせながら世界中の痛みも見続けていた。チャップリンの映画には笑いの奥に消えない孤独が残っている。だからこそあの後ろ姿は今も人の心に残り続けているのかもしれません。前半はここまでです。この後もチャップリンが晩年に何を残したのか追いかけていきましょう。世界中を笑わせ続けた男は晩年になる頃には世界そのものと対立していく存在になっていた。チャップリンの映画はただ人を笑わせるだけではなく、時代や社会の不安を映すようになっていた。それは同時に多くの敵を生むことにもなっていく。
戦争の空気が広がる中で世界は少しずつ変わっていった。人々は疑い合い、社会には冷たい空気が漂い始める。そんな時代の中でチャップリンも危険な人物として見られていった。特に独裁者の公開後は彼へ向けられる視線が大きく変わっていく。あの映画でチャップリンはヒトラーを強烈に風刺していた。実は2人の誕生日はわずか数日違いだったとも言われている。同じ時代に生まれながら片方は世界を恐怖へ向かわせ、もう片方は笑いで人を救おうとしていた。独裁者の最後の演説では機械より人間らしさを語っている。憎しみより優しさを求めるように静かに訴えかけていた。あの演説を聞いた人々はただの喜劇俳優ではないと感じ始めていた。だがその姿勢は一部の人々から激しく嫌われることになる。 FBI は長い間チャップリンを監視していたとも言われている。世界中を笑わせていた男は国家から警戒される存在になっていた。さらに彼は私生活でも数多くの騒動を抱えていた。スキャンダルや裁判、マスコミからの批判も続いていく。世界的スターだった彼は常に世間から見られ続けていた。どれだけ人を笑わせても攻撃が止まることはなかった。新聞には連日のようにチャップリンの記事が並んでいた。人々は映画ではなく私生活ばかりを見るようになっていく。やがて彼はアメリカを離れることになる。長く活躍した国を去る日、港には冷たい空気が流れていた。船の上に立つチャップリンはとても静かだった。世界中を笑わせた男は晩年になる頃、国を追われるように去っていった。あれほど有名になっても人は簡単に居場所を失ってしまう。そんな寂しさが残る場面だった。その後チャップリンはスイスで暮らすようになる。静かな湖と雪の積もる景色の中で穏やかな時間が流れていた。若い頃のロンドンとはまるで違う景色だった。だが彼は完全に表舞台から消えたわけではなかった。映画への情熱は最後まで消えることがなかった。チャップリンは長い間セリフ映画を嫌っていたことでも知られている。言葉が入ってしまえば国によって笑えなくなると考えていた。だからこそ彼は動きや表情だけで世界を笑わせようとしていた。杖を回す仕草や独特な歩き方だけで世界中の人々を笑わせていた。言葉がなくても感情は伝わることをチャップリンは知っていた。ある時にはチャップリンそっくり大会が開かれたこともある。本人も変装して参加したと言われている。だが結果はまさかの入賞すらできなかった。世界中が知っているはずの顔なのに本物だと気づかれなかったのである。どこか笑える話だが少し寂しさも残る逸話だった。モダンタイムスでは機械に飲み込まれていく人間を描いた。ベルトコンベアの上を流される姿は今見てもどこか苦しい。人は便利さの中で少しずつ人間らしさを失っていく。チャップリンはそんな時代の不安を描いていた。街の火では貧しい放浪者が一人の女性を思い続ける。そこには派手な言葉も大きな演出も存在しない。だが静かな優しさだけが最後まで残り続けていく。独裁者では笑いながら戦争の恐ろしさを描いていた。喜劇と悲劇が同じ画面の中に存在していた。それがチャップリンという人物だった。人を笑わせながら人の孤独も描き続けていた。そして長い年月を経た頃、世界は再びチャップリンという存在を見つめ直していく。アカデミー賞の授賞式で
白髪になったチャップリンが姿を現した。その瞬間、会場は総立ちになった。拍手は鳴りやまず、12分近く続いたとも言われている。若い頃のように派手に動くわけではない。だがそこには時代を超えてきた男の重みがあった。世界中を笑わせ、世界中から愛されながらも傷つき続けた男だった。それでも彼は最後まで映画を愛していた。晩年のチャップリンは静かな時間の中で生きていた。雪景色の窓辺に座り、遠くを見つめる後ろ姿には若い頃から抱え続けていた孤独が残っているようだった。チャップリンは笑いのない一日は無駄な一日である、そんな言葉も残している。だが彼の人生を見ていると、笑いは楽しいだけのものではなかった。貧しさや孤独、時代への不安や狂気を抱えながらも人を笑わせ続けていた。転びながら笑わせる姿の奥には消えない寂しさが残っていた。チャップリンの後ろ姿にはいつも少し切なさがある。だがその切なさがあるからこそ人は惹かれてしまう。笑っているはずなのになぜか少し寂しくなる。あの不思議な空気は今も色あせていない。時代が変わっても人は孤独を抱えて生きていく。誰かに笑ってほしいと思いながら自分もまた救われたかったのかもしれない。チャップリンの映画にはそんな静かな寂しさが残り続けている。世界中を笑わせた放浪者の背中は今もどこかの夜道を歩き、誰かを笑顔にしているのかもしれません。そっくりさん大会で本人と気づかれない。逆にアカデミー賞では12分も拍手、すごい逸話がありましたね。それではまた次回の主役でお会いしましょう。